こんにちは、シティタキシタイのスティーブです。ランボルギーニにちょっとした問題発生しちゃったんですね。問題発生。先日、ラッピング、アンラッピングを剥がしたんじゃないですか。剥がしてから、考えてなかったというか、考えればよかったんだけど、電気をそのまま、もうドア開けたままとかにして、全然車をコンセントにつないでなかった、状態で、バッテリーが上がってしまったんですね。で、それでランボルギーニの、バッテリーチャージャーが、ああいうね、充電器がついてくるんだけど、ちょっと見せます。今、ランボルギーニはこの状態です。なんでタイヤがないのかって後で説明するんだけど、ランボルギーニの、これは純正のバッテリーチャージャーはこういうものです。ごつい。CTEC という会社の多分ランボルギーニ、OEM 版だと思うんですが、もう一応つないでみたんですけどね。で、つなぐところが、この車ですと、そこにある、見えますか？その下にあるそのコンセントみたいなのがあるんで、左上に、そのスイッチ、そこのスイッチが、メインパワー、これを、消せばよかったんだけど、切ればよかったんだけど、切らないでそのままにしておいたので、バッテリーが上がってしまったんです。で、この下にこのランボルギーニのチャージャーをつないで、置いたんだけど、それでもまだかからなかったんですね。それで調べたところ、ランボルギーニのバッテリーは左側、後ろのこの奥に、あります。こっちのパネルを外して中にいて、今気になったのはまたさらに問題なのでしょうか。いいことだ。チャージでメインテよかったよかった。この緑のライトはいいことですよね。ということはこのバッテリーが今充電済みです。これでかかるのかどうかということです。もうダッシュがもう変なのいっぱいなっちゃったりとか、もう大変な状態になったんで、ちょっとドライブもしてないし、そしてちょっと持ってきたい業者さんのところ説明しますがあるんで乗ってきたいんだけど、その下にもこうコンセントというかターミナル端末みたいなのがあるんですよね。一つはこうプラスと一つマイナスだと思ってたんですが、どっちもプラス、らしいですね。で、ここにもチャージャーをつないで、どっかのアースにつないでこう充電することも可能のようなんですが、これはちょっと失敗したような気がしますよね。つないだ時のカーボンファイバーもあったり、電流とかもやっぱりもう通るものだし、なんか変なの起きてないことを祈りたいですね。前のオーナーにも電話してスティーブンさんに聞いたんですね。やっぱりこの車にカメラとか前にもカメラもあるのと、なんかこっちにもあるのと、車の電源が電源というか普通にオフにした状態でまだ結構電気を食うということと、もともとなんかムルシアラゴはそういうもんだと言われたんです。それは確かめたのは先日買った後、インスタグラム経由で、ある方から連絡いただきました。アランさんは近くに住んでて、ランボルギーニのランボルギーニに詳しい、方ですね。整備士で、連絡いただきました。スティーブさんおめでとうございます。わからないことなんかあればいつでも連絡くださいと。で、連絡してみたんです。アランさんにいろいろ確かめて、これでかからなかったらアランさんにまた見てもらうしかないんだけど、とりあえず充電しておいたので、確かめたのはこうムルシアラゴもともと結構オフにしても完全にスイッチを切らない限りは結構電気を食うんで使ってしまうので、バッテリーがすぐ上がってしまうこともあるっていろんなこと言ってましたよね。なのでちょっと今からオンにしてかかることを祈りましょう。まずはこのスイッチを今オフの状態なので、このスイッチを
それはポンプだよね。F1 と E ギアのポンプなのかな。元気な感じで動いたのはありがたいです。そして不安なのはこれ効くのかな。効かないな。2つもらったんだけどこっちの方が効くのかな。どっちもバッテリーが調子悪いのか。どっちが元気なのかな。もうドキドキします。エンジンかかるといいね。これを開けるとダッシュが一瞬あれしました。これアラームは関係しているのでちょっと乗ってみましょう。アラームがあります。ここに赤で点滅するところがあるんですが、それが邪魔しちゃったらかかりにくいんだろうね。ところでこういう鍵です。先日挿したオンにしただけですごいダッシュの点滅が激しかったのはありがたいことです。よかったよかったよかったです。買ったばかのランボルギーニ壊さなくてよかったです。勉強になったこともあるんだけどよかったですね。よかったです。とにかくこれからドライブとまた行くところがあるので、ドライブしながらお知らせします。安心しましたね。よかったです。じゃあ出発しましょう。笑顔ですね。今は笑顔です。ところで覗いてください。この仕組みっていうかもう、車庫帳純正の車庫帳だと思いますが、完全に調整できる車庫帳が2つがある。1個じゃなくて2つがあるんで、エンジンがこっち後ろにあるから余計に重いから2つが必要になるのかな。2つずつということなんでしょうね。あとブレーキの大きさ。もうモンスターだよね。このモンスターブレーキ。このカリパーの大きさ見て。でっけえすごい大きい。ブレーキだけじゃなくてランボルギーニのホイール18インチなんだけど、見てこの太さ。この太さがすげえよな。すごい。これは33530の18インチですね。かっこいい。色は別にして色これからなんだけど、純正のホイールとしては悪くはないよね。やっぱり考えるとアフターのホイールとかも考えるんだけど、とりあえず全然悪いホイールじゃないんで、色だけは考えればいいんじゃないのかなと思います。ごっついタイヤです。これから初めて乗ります。乗ったっていうか、この間買ってきて一周だけはちゃんと近所を回ったんですけど、本格的にアラームがなっちゃってた。いいよ、もう一回本格的に。赤いのは見えた？アラームでしたね。ランボルギーニサウンドが最高。最初今からガソリンスタンド、なぜかというと、もう買う車に必ず最初にエンジン、このガソリンシステムクリーナーで曇りのものを入れに、また今ちょうど半分、燃料は半分ぐらいちょうどでこれを入れて満タンして早送でガソリン燃料システムを完全にきれいにすることは今日のドライブの、途中でやります。きれい。知らない方もいるかもしれないけど、シートベルトは真ん中です。サイドブレーキがこっち側です。
セルはこの下です。ランボルギーニのクラクション、ムルシアラゴのクラクション聞いたことありますか？あらあら、なんないなんないの？おなっちゃったランボルギーニらしくないな。もうちょっとこうごつい、やっぱり牛の音があればもっといいよね。そしてコルサモードが一番いいんだよね。コルサモード、サイドブレーキを引く、そしていいギアですのでファーストギア、サイドブレーキはちゃんと解除しないとダメですね。行きましょう。フェラリと違うよね。重いっていうか、まあ V12 っていうのはあるんだけど、ただレーシングシートもいいし、これはフェラリより2年新しいものが古いものですよね。これはフェラリより2年もう前、2009年、フェラリは2011年だったんでちょっと古いです。でもムルシアラゴねまだ信じられない信じられない。すげえ車、言葉がないです。初ドライブになります。見えにくいね。その12切ってのスムーズさ素晴らしい。田舎の道がフェラリだろうがランボルギーニだろうが、田舎の道が田舎の道、ボロい、ダメ中もフェラリよりちょっと狭いよね。多分このレーシングシートのことだと思います。いい音だ。さてランボルギーニパワー、素晴らしい素晴らしい、最高。その音がいいね、いいね。フェラリと違う。いい音だ、素晴らしい。フェラリと違いがいくつか、スピード出さなくても気づくことがあります。さっき言ったのは中が狭いです。このレーシングシートは体の大きい人だったら乗りにくい、足のもっと俺より長い人だったら大変だと思います。そしてもう家を出てから田舎の道なんだけど、3速目から、1回4速に入ったんだけど、3速目からもう帰る必要はない。一つ一つのギアが長いことなんだよね。とハンドルがフェラリ458よりちょっと重たい、いい感じに、なんかレースカーっていう感じに聞いて、そのサウンド、そのサウンド、素晴らしい素晴らしい音です。スムーズ。もう一つの違い、シフトの速さ、フェラリの方が、2011年のフェラリの方がシフトの速さが、速いな。
でもいい感じですよすげえ。今からガソリンスタンドに入るので先にガソリン入れましょう。しか言えないごめんね、ごめん。言葉が今ちょっとしばらくない。珍しい珍しいことです。それには木森のガソリンシステムクリーナーです。初ガソリン、初満タン、初ランボルギーニのガソリンキャップを自分で焼きます。あ、日本でアビンタドローあったんだけど、これごついよね。重いアルミで、ごついアルミでビレットでできてるものっぽいよね。かっこいい。そしてこれ木森のデザインでうまく入るのかな。このボトルのデザインだったらこぼれることは一切ありません。入りました。これで93オクテーンの燃料を入れましょう。ところで最近ちょっと下がったかな、上がったかな。3ドル49って高くなったような気がする。またいやフェラーリと比べてガソリン入れやすいです。フェラーリだったらずっとこう引っ張ってないと止まっちゃうことが多かったんだよね。フェラーリのガソリンタンクだったらこのまま離してロックかけることはできなかったんだよね。なんかいつも止まったりとかすることがあったので、先のところを引っ張りながらこう入れたりすることがあったんだけど、これは簡単に入ります。あともう一つ気づいたのは、さっき指摘したようにブレーキがめっちゃ大きい。めちゃくちゃ効きますね。ちょっと押すだけでもうめっちゃ効くブレーキで、燃料は半分で、あとどのぐらい入るのかな。燃料 V12 プレシアナ5です。16ガロン57ドル41セントです。満タンしときました。こんなもんかな。